ここか。うおー、結構すげえ設備だな。はーい、ゴーくんようこそようこそって、俺よりリンナさんがアメリカにいる方が珍しいっしょ。フィアンセ、ほっといて大丈夫なの？ノーゲンパーチ。今日はあいつの話はなしよ。たまには寂しい思いさせてやった方がいいのよ、あのニブチンには。ああ、お怒りですか。じゃあ触れないでおくよ。よろしくっていうかゴーくん大人っぽくなったね。いや、そんなことないよ。全彼女で然。きた彼女できた。俺はシジマゴー、かつて仮面ライダーマッハだった男だ。仮面ライダードライブ、泊慎之介と共に人類支配を目論む人工生命体ロイミュードと戦っていた。戦いは仮面ライダーの勝利に終わり、ロイミュードは全て倒され、世界にひとときの平和が訪れた。俺は世界を旅するフリーカメラマンの仕事に戻った。ここはアメリカのノースカロライナ。俺にマッハの力を与えてくれた恩師ハーレー博士の研究施設の一つだ。今日ここで今まで俺がずっと暗中模索していたある課題に大きな進展が見られるそうなんだ。それはロイミュードとの戦いで俺のために命を落とした大切な仲間の復活だ。で、リンナさん、本題なんだけどさ。いける。復元できそうよ、チェイスのコア。マジで？大マジよ。いや、でもあいつのコアは砕け散って消えたんだぜ。俺も世界中の科学者に聞いて回ったけど、コアの復元に関してだけは全員不可能って答えだった。ところがそれを見つけた意外な人物がいたのよ。人物っていうか、なんていうか特殊な存在なんだけど。誰さん？出てきて、シジマゴーくんを紹介するわ。なんだ、光が集まってきて顔になってく。これベルトの中にいるクリムみたいな。いや、どっちかっていうとバンナの顔。はじめまして、シジマゴー。私の名前はヒュプノス。ヒュプノス。15年前、万野博士の研究を補佐するために作られた人工知能です。彼がロイミュードに抹殺された時、研究所とともに破壊されましたが、今回ハーレー博士の手により復元していただきました。そんなもん復元して大丈夫なの？ご心配は当然です。あ、耳いいんだね。しかし私自身に悪の意志はありません。機械ですからそりゃそうか。ロイミュードと同じだよな。悪いのは作った人間の方。バンノの名前を聞いていい気はしないだろうけど、それはハーレー博士も同じよ。でもヒュプノスはバンノとクリムがロイミュードの感情回路を作るために利用していた AI なの。え、じゃあコアのメインプログラムを作ったやつってこと？そう、チェイスを復活させるためには彼こそ最適な存在と言えるわ。私の仮説が立証されれば、チェイスのコアを再構成することは決して不可能なことではありません。本当にできんのか？そのためにはシジマゴー、あなたの協力が必要です。やるぜ。どんなことでもな。俺はもう一度あいつに会いたい。会って言わなきゃならねえことがあるんだ。ありがとうございます、シジマゴー。堅苦しいな。ゴーでいいよ。ではゴー、早速お願いします。とはいえ、あんま難しいことはできないぜ。俺科学者でも何でもないし。極めて簡単なことですよ。私と寝てください。はい？そして見せてください、あなたの夢を。ドラマ CD ドライブサーガ
仮面ライダーマッハ無双伝。うわー、これ MRI とかと同じタイプの機械だよね。俺苦手なんだよな、じっとしてるの。早速ギブアップしたいんですけど。はいや、もうほらジタバタしないで横になる。ちょっとみんな、いてちょっとそんなにきつく縛り付けないで。心配無用です。すぐに眠ってしまいますから。はい、このリストバンドをつけてと。これで睡眠後もヒュプノスとシンクロできるわ。ふう、まさか本当にただ寝るだけなんて思わなかったよ。こんなことでチェイスのコアが復元できんの？科学的な説明は非常に難解で長時間を要しますが。じゃあなるべく簡潔に、素人でもわかるように頼むわ。了解です。ロイミュードが死ぬとコアが空中に飛散しますが、粒子レベルになってもそこには個体番号のような同一波長が依然存在しています。その波長さえ算出できれば、この世界に漂うコアの粒子の中からチェイスのものだけを集めて復元できる。私はそう考えました。なるほどな。いや、すっげえわかりやすい説明だよ。理解していただけて何よりです。よくそんなこと思いついたな、ヒプノス。大したもんだぜ。だってさ、お前世界中のどんな科学者も思いつかなかったことを発案したんだぞ。おそらく科学者の方々も個体波長を見つけて特定粒子を集めるところまでは考えてみたと思いますよ。でもそこから先には進めなかった。なぜなら人間の記憶の中からそれを引き出すという発想がないからです。私はロイミュードの AI を開発するために人間の頭脳を解析したり、その中に入り込めるように作られました。そんな私だからこそ思いつけたのだと思います。要するにチェイスの波長を見つけるためにお前が俺の夢の中に入るってことでいいのか？ええ。チェイスのコアの最後を見たのはあなただけです。その瞬間に出た個体波長を引き出すには、睡眠状態のあなたにアクセスし測定するしかありません。人間の頭脳って普段は認識できないようなものまで記録されてるらしいの。ただ生活に必要がないからずっと脳の中で眠ってるんだって。夢を見ている状態が一番その記録が引き出しやすいと推察されます。へえ、もう俺には感心することしかできねえや。任せるよヒプノス。お前の可能性にかける。ありがとうゴー。私はなんとかあなたの役に立ちたいです。自分が研究所ごと破壊された後の記録は全て閲覧しました。万野博士のその後の悪行も。ヒプノス、私にはロイミュードほど優れた感情回路はありませんが、残念な気持ちでいっぱいでした。わかるよ。子供は親を選べないもんな。俺とお前は悪い親を持った兄弟みたいなもんだ。仲良くしようぜ。ゴー、嬉しいです。あなたがあの万野博士の息子とはとても思えない。生みの親より育ての親ってことでしょ。姉ちゃんの教育が良かったんだな。っていうか、やっぱお前もいろいろひどいことされたのか、万野に。万野博士は優れた頭脳の持ち主でした。でも自分の思うようにならないと周囲に当たり散らすタイプの人でしたね。私が浴びた罵詈雑言をお聞きになりますか？いや、やめとく。だいたい想像つくし、悪い夢見そうだもん。ご安心ください。チェイスに関連する夢になるよう、私の方であなたの脳波をコーディネートします。じゃあゴーくん頑張って。寝るのに頑張るも何もないっしょ。じゃあまあ、あいつと夢で会いましょうってことでよろしくな、ヒプノス。はい、ゴー。良い夢を。ああ、ほんとだ。
ものすげえ勢いで眠くなってきた。ヒプノスか。どっかで聞いたことある名前だな。俺はこうして棺桶みたいなでかい機械の中で眠りについた。この一見のんきな実験が生か死かの旅になるなんて、この時には思いもしなかった。ああ、これもう夢なのか。その通りです。うわっ、びっくりした。あ、そっか。このリストバンドでヒプノスと会話できるんだ。驚かせてすみません。夢への導入としてあなたが一番イメージしやすい場面を選びました。俺確かにこういう夢よく見るよ。何にもない一本道をずーっと歩いていく夢。世界を旅するあなたの象徴的な夢ですね。人生に対する希望、期待のようなものの表れでもあります。この場所は地下駐車場ですね。ああ、特防センターのな。チェイスが死んだところだ。おいおい、このまま悪夢になるなんてごめんだぜ。あの場面は二度と見たくねえ。ゴーの頭脳のストレス値はかなり低いです。心配いりません。ほら。あいつゴチェイス。おお、間違いねえ。この暑苦しい服、この仏頂面、俺がよく知ってるチェイスそのものだ。あのゴルドドライブとの戦いからチェイスが生還する。あなたが一番見たかった夢ですね、ゴー。ああ、言ってて。おい、突然何すんだよチェイス。手離せって。さあ行こうかゴー。行くってどこへ。おお、なんだこれ。ジェットコースターですね。んなことは見りゃわかるよ。なんでジェットコースターに乗ってんだって。うわー、落ちる落ちる落ちる。ゴー、カメラがあるぞ。両手を上げて笑顔だ。どこ？カメラどこよ。あれか。万歳。いい笑顔で撮れたな。次だ。おい待てチェイス。今度はなんだ。映画ですね。子猫ちゃん伝説、1977年公開。いや、誰も題名は聞いてねえ。ゴー、静かにしろ。それが人間のルールだろ。いやでもな、お前それにいい場面だ。泣いてんのお前。なんとけなげなんだ。茶太郎。茶太郎って誰だよ。主人公の子猫の名前です。いやヒプノス、お前ももっと根本的な質問に答えろよ。っていらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？ラブリーピンクフローズン、プルプルアイスのせ。ゴーはどうする？じゃあアイスコーヒーで。普通だな、ゴー。派手好きのお前が俺より地味なメニューでいいのか？じゃあこいつと同じもんください。ラブリーピンクフローズンプルプルアイスのせお二つですね。いや繰り返さなくていいですから。お待たせしました。ラブリーピンクフローズンプルプルアイスのせお二つです。うまいな、ゴなんでだよ。ー。
どうした？味が気に入らなかったのか？1日最大200個売れると言われているこの店の一番人気メニューのはずですが。だからそういうことじゃなくてさ、どうして俺がこいつと遊園地で遊んだり映画見たりガーリーなスイーツショップでお茶したり男同士でデートまがいのことしてんだよ。まだわからないのか、ゴー。それがお前の望んだことだからだ。なんて？これはお前の夢、俺はお前の願望のチェイスだ。おい待て、おい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 、俺が心の底ではお前とイチャイチャしたがってるってこと？勘弁してくれよ、気持ち悪いな。しかしそれが真実です、ゴー。いや、この夢操ってんのヒプノスでしょ。私はチェイスの夢を見やすいようにあなたの精神波を軽く刺激し誘導しただけです。元からあなたの心の中のベースにないことは作れません。マジで？はい、マジです。大マジだ。間違いなくこれはあなたの願望の一つなのです。素直になれ、ゴー。自分の心に嘘はつけないぞ。認めてしまえば楽になれますよ。うわー、やめてくれ。二人がかりで俺を責めんな。メンタル崩壊する。ん？いや、考えてみりゃお前たち俺の頭の中にいるんだもんな。あれこれ否定しても意味ねえか。そうだな、きっとこれが俺の夢なんだ。チェイスってやつはさ、堅物のくせに可愛いところがあってできもしねえくせに人間の真似したりするんだよ。俺とか新兄さんが飲み物飲んでるとその横でいきなり無表情で水飲み始めたりとかさ。ゴー、聞いてくれ。んだよ。俺はキリコを愛しているようだ。キリコは誰を愛していると思う？キリコは誰を？ふざけてんのか。ぶっ飛ばすぞ。めっちゃこぼしちゃったじゃねえか。お前にしか聞けないと思ってから聞いたのだ。なんでだ。俺はお前のダチじゃねえって前にも言ったろ。ダチとは心を通わせた友だと解釈している。お前とはそうなれないのか、ゴー。ああ、なれないね。お前はロイミュートなんだ。なれるわけあるか。いきなり俺の姉ちゃんを愛しているみたいだとか言い出すしわけわかんなくて頭パニクったよ。ずーっと人間に憧れてたんだよな、あいつ。それなのに俺はひでえこと言っちまった。ゴー。だからさ、もしチェイスが蘇ったら人間みたいに思いっきり笑ったり泣いたり食ったり飲んだりさせてやりたい。俺はきっとそう思ってたんだ。ゴー、あなたは本当に純粋で豊かな心の持ち主だ。私はあなたを尊敬します。本物のチェイスもきっとお前の気持ちを嬉しく思うだろうそりゃどうも。あ、ところでヒプノス、目的のチェイスの個体波長とかいうのはちゃんと測定できてんの？もちろんです。順調に情報が整っていますよ。全体の情報量を100とすると現在 45% 復元できています。おお、何よりだ。じゃせっかくの夢なんだしジタバタしないでうまいもんでも楽しむか。そうしろ。素晴らしいぞ、このラブリーピンクフローズンプルプルアイスの世話繰り返すなって。お前の真顔で言われると破壊力でかすぎんだよ。この顔は今さら変えられんそうだな。
コピー元のカノの野郎からして不愛想な顔してるもんな。なんだ、店が吹っ飛んだ。ゴー、あれを見ろ。ロイミュード全部で7体。とにかく周りを巻き込んじゃまずい。こっから離れろ。どうなってんだよヒプロス。これも俺の願望ってこと？そんなはずはありません。ゴーの脳波は悪夢を見るような状態ではなかったはず。だよな。誰が突き転んで化け物に追い回される夢見るかって。あぶねえ。うわもう逃げらんねえ。逃げるだって相も変わらず頭が悪い子だな。ゴー。嘘だろ今の声。ここはお前の夢の中なんだよ。自分の心の中に逃げ道なんてあると思っているのかね。それぐらい瞬時に理解してほしいものだな、この愚かな出来損ないの不良品めが。バンの博士の声です。ゴー。苦しい。夢なのになんでこんなに苦しいんだよ。本当に死ぬからに決まっているだろう。夢を見ながら死ねるんだ。私の慈悲に感謝しろ。ざけんな。そうだヒプロス。はい。これは俺の夢なんだから何でもありだろ。お前がうまくコーディネートしてくれれば俺たちをまた仮面ライダーにできるんじゃないの？可能です。私がベルトの AI と同じ役割を果たしてライダーたちの記録をあなたの脳波に同調させれば。オーケー、それで行こうぜ。俺とチェイスにマッハドライバー2丁プリーズ。了解。マッハドライバー。お、来たぜ。反撃だチェイス。シグナルバイクレッツ変身。ライダーマッハチェイサー。お、変身した。サンキューヒプノス。追跡撲滅いずれもマッハ仮面ライダーマッハ。ほらチェイス、お前もなんか言ってやれ。あ、もう戦ってやがる。付き合い悪いやつだな。ストイックっつうかマイペースっつうか。まああいつらしいっちゃらしいけど、おい俺の分も残しとけ。前輪シューター。とどめだ。おう必殺フルスロットルマッハチェイサー。どうだ。いいえ、いやいい夢だったろ。いいね、確かに。どうせクズ虫をひねり潰すだけのつまらない夢だ。多少反撃してくれた方がこっちも楽しめるというものだよ。なんだってあいつら。ロイミューダの数が増えた。100いや
150体はいます。ふざけんなよ。ロイミュードって108体なんだろ。元の数より多いってどういうことなんだよ。夢だから何でもありと言ったのはお前の方だぞ。さて集中放火といこうか。なんだここ真っ暗だ。助かったのか。そのようだな。俺たち変身が解けちまってんな。一体何がどうなったんだ。ヒプノス、ヒプノス、おいヒプノス、返事してくれ。マジかよ。夢の中に置いてけぼりか。冗談じゃないぜ。このままずっと目覚めないなんて、それじゃ死人と変わんねえ。おいヒプノス、なんとか言ってくれよ。ゴーくん。うわっ、びっくりした。リンナさん。あ、繋がった。ヒプノスが使っていた回線になんとか割り込んだの。ちょっと待って。リンナさんは今現実の世界にいて、機械の中で眠っている俺を見ている、そういう認識でいいわけ？うん。でもね、ただ眠ってるだけじゃなくなってきちゃったのよ、ゴーくんの体。ゴーくん、どんどん傷ついて消耗していってるの。でもヒプノスとも連絡が取れなくなっちゃって、装置から出すこともできないのよ。俺の体が傷ついてる？うん。首にはすごいあざが出てるし、全身にもなんか攻撃を受けた跡が浮かび上がってる。そりゃまずいな。さっきやられたことそのまんまだ。ロイミュードに首を絞められて全身蜂の巣にされかけたばっかりなんだよね。この夢の中で受けたダメージが現実のゴーの肉体にも現れるということか。ああ、そうなっちまうな。バンノの声も言ってただろ、本当に死ぬって。バンノ？ちょっと何がどうなってるの？周囲が森になったぞ。ヒプノス、無事か？はい、ゴー。よかった。心配したぜ。すみません。危機を脱するために私自身を再起動させて夢をリセットしたのです。ヒプノス、バンノが現れたって本当なの？だったらすぐゴーくんのスリープを解除して。それができないんだろ？はい、こんなことは考えられないのですが、睡眠装置のコントロールができません。私だけじゃなくてヒプノスまで機械を止められないの？私が使用し制御しているはずの実験機器に私がアクセスできないのです。理解不能の状態です。なあヒプノス、ここに前の夢のチェイスがそのままいるけど、これってお前がやったんだろ？それだけチェイスの個体波長のデータが増えたってことじゃないの？その通りです。チェイスの波長の習得率は現在 68% になっています。前の夢の彼をデータとして保存してそのまま持ち越すことが可能になったのです。夢にチェイスがいないとゴーから波長を計測できませんから。俺さ、今最高に嫌な予感がしてるんだけど、同じことを思いついたやつがいたとしたらどうする？俺の頭脳から個体波長を読み取って蘇ろうとしている悪党がいたら。例えば万の天十郎とかな。そうか、俺の最後だけではない。万能の最後を見た人間もゴー一人だけだった。あいつの頭脳もクリムやロイミュードのようにデータ化されていた。だから自分が消滅した時のために、例えばプログラムを残しといてさ、
自分を倒したやつから個体派を探り出すようにしていたとか。うん、万能だったらそのぐらいやりかねない。不可能ですよ。私はいかなるプログラムにも干渉されません。ゴーとのリンクに他者が立ち入ることは絶対に不可能です。でも現に俺たちは夢から覚めることもできないでいるじゃないか。しかも万能は俺の体に夢と同じダメージを与えている。俺の精神を攻撃できなきゃそんなことできないはずだろう。それはそうですが、でも私を信じてください、ゴー。前に言った通り、私には悪意はありません。人間に嘘をつくこともできません。そうか。そうだよな。そこは絶対だ。うん。そう信じなきゃそもそもこんなことしてないわけだし。すみません、ゴー。いやいや、お前が謝る必要全然ないだろ。事態は私の分析能力を超えてしまっています。情けない。私は無力です。神の名前を冠されているくせに。神の名前？ああ、そうか。ヒュプノスってうん、それで知ってたのか俺。なんてこった。あ、待てよ。どうしたゴー？ヒプノスは嘘をつけない。本当に悪いやつはつながった。今新兄さんが降りてきてくれたぜ。脳細胞がトップギアってやつだ。何の話です、ゴー？安心しろよヒプノス。俺は一度信じるって言った相手は最後まで信じるぜ。お前を信じてる。ゴー。リンナさん、なんとか頑張ってこの悪夢から抜け出してみるわ。自力でさ。ゴーくん、もしダメだったら、そうだ、Q さんに借りてる漫画本が一冊あるんだ。それ返しといて。漫画？この大変な時に何くだらないこと言ってるの。ギリギリ女神ーズっていう萌え系漫画の13巻頼んだぜリンナさん。13巻だからね。ゴーくん、それ、あれ？ゴーくん？どうした？外界との連絡が遮断されました。来るぜ、あいつの仕業だ。そう、私だよ。あ、森が燃え出した。見ろゴー、敵軍の中央にいるロイミュード。万能のドライバーをしてやがる。やっとここまで来た。私の個体波長が判明し、イメージの世界でだがその姿を復元することができた。やはり万能博士が。そんな、どうやって？ヒュプノス、変わらないねお前は。私の要求の3分の1も答えられない不出来な AI。 やめてください、万能博士。私の回路にカプカのエネルギー電圧を流し込むことはプログラムの破損につながります。出来損ないのくせに痛がり方だけは真に迫っているな。 AI が痛みを感じるわけでもあるまいに。私はね、ヒュプノス、自分が優れすぎた人間だということをちゃんと理解しているよ。その私の高い要求に半分以上応えろなどという高望みはしない。だがな
言われたことの3分の1も実行できんとはな。廃棄場に転がっているパソコンの方がお前よりよっぽど優秀なんじゃないのか。なぜこんな簡単なデータスキャンとロードに手間取り続けてるんだ。それはどうしても納得できないからです。ロイミュードの耐久実験のためにわざわざ人間の外観や精神構造を与えるなどということに納得できない。納得できないか。これは面白いことを言う。ロイミュードはすでに私などとは比べ物にならない感情や知性を持っています。もはや人間とほぼ変わりない。それを知っていながら過酷な実験の対象にするのはあまりにも残酷な行為です。このグミめがAI ごときが私に意見しようというのか。お前もロイミュードも私の栄光のための道具なのだ。道具は道具らしく壊れるまで黙って働いていろ。しかしクリムスタインベルト博士も私と同じ意見だと。クリムの名を口に出すな。あいつのものは私のもの。今や全ては私の発明の一部なのだ。お前の小賢しい考えが改まるまでこれでも食らって発生するんだな。おやめくださいバンド博士。博士まったくお前には泣かされたよ。これほどの天才でありながら私は全く子供に恵まれないお前ロイミュード、そしてそこにいるゴー悲しいほどに外れが揃ってしまっている。てめえだがこの状況を生んだというだけで初めてお前を褒めてあげよう。ヒュプノス上出来だったぞ。さあ今度はお前が眠れ。ヒプロス。ゴー許してください。あなたを守れなかった。ヒプロス。ヒプノスがデリートされた。これで変身して反撃することも逃げ回ることもできまい。では悪夢のクライマックスを始めようか。ロイミュードたちが一体に融合し始めた。変身グリドドライブ。これで私は完全なデータ情報となった。あとはこのままヒュプノスのルートをたどり現実世界に出て質量を持てば再び人間世界で活動できるようになる。だがその前にすることが一つある。わかるかエゴ。俺をいたぶって殺すとか抜かすんだろ。ご名答。今日はなんて日だ。出来の悪い私の子供が正解を出すとはね。雨でも降らなければいいがな。
上の復讐はあるまい。夢の世界で羽を伸ばしていたところを襲われ、なすすべもなく死んでゆく。親を手にかけるような大罪を犯したお前には似合いの処刑方法だ。笑わせんな。そういうセリフは少しは親らしいところを見せてから吐くもんだ。自分以外の全てを自分のために利用することしかしないダニ野郎が今さら親だ子供だ抜かすなって。だとお前をこの手で倒した瞬間、それでも俺は心が揺れたよ。たとえ極悪人でも、もうすでに死んでデータになってるやつでも、自分の親を手にかけてしまったことに。だが間違ってた。この世には本当に救いようのないやつもいる。それがお前だ、バンド天十郎。お前は俺の中から出さない。ここで本当に消えてもらう。たわけがお前の方こそ、そういうセリフは少しでも歯向かう力のあるやつが吐くものだ。今のお前はただ攻撃を受け続けるしかないだるまだろうが。いかん、こうが危ない。あのバカ野郎、俺が相手だ。万能どけ、鉄くず人間や。いった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 。ゴー、なぜ俺をかばった。バカ。それを言いてえのは俺の方だ。毎度毎度お前に身代わりになられてたまるかってんだ。俺はあの日を、あの瞬間を絶対忘れねえ。ゴー。おい、嘘だろ。何やってんだよ。これでいいんだ、ゴー。キリコが愛する者たちを守れるなら本望だ。人間が俺にくれた宝物だ。俺とお前はダチではないが、持っていてくれ。燃えてしまうともったいない。離せ。誰も頼んじゃいねえのに、俺なんかのために命投げ出しやがって。お前は知らねえよな。形見の免許証とシグナルチェイサーを握りしめて、あの後俺がどんだけボロ泣きしたか。多分一生分の涙と怒りを出し切ったんじゃねえかと思うぜ。俺のためにお前が涙を。いいかチェイス、覚えとけ。たとえ夢の中だろうと、お前を俺の代わりに死なせるようなことは二度とさせねえ。二度とだ。ゴー。二人で戦って生きるんだ。いいな。分かった。周囲が変わった。まるで地獄だ。バカな、夢を変えるなどヒプノスにしかできないはず。残念だったね。
火の玉が降ってくるぞ。教えてあげよう、ゴー。お前の無力を思い知らせるために。何？ヒュプノスはお前とのリンクに立ち入るのは誰にも不可能だと思っていた。それもそのはずさ。最初からヒプノス自身の中に私の復活プログラムが隠してあったのだから。なんだと？15年前ハートたちに殺されることを悟った私はクリムと同様データ化した自分のバックアップを作った。それと同時にもしそれさえも破壊された場合の逃げ道も用意した。それがヒュプノスだ。ヒュプノスはお前のためにと思って今回の実験を提案したつもりだったのだろうが、全ては私が密かに組み込んでおいたプログラムに従っただけだったのだ。ヒュプノス自身もそれを知らなかったというのか？そうとも。最初から全ては私の手のひらの上だったのさ。今は私がお前の夢を支配している。お前は私の手下をそうとも知らずに信じて死の夢の中に迷い込んできたというわけだ。分かったか、ゴー。自分がいつまでたっても私のための駒だということをなすすべもないだるまに過ぎんということを。何がおかしい？ついに正気を失ったか？俺はだるまか。確かにね。あんた本物のだるまを見たことないのかい？だるまは何度小突かれても絶対に倒れない。また立ち上がってくるんだぜ。種明かしはそれで終わり？結構なかなか気分が良かったよ。相手を上回った気分でいる間抜け野郎を心の底で笑ってるってのはさ。間抜けというのは私のことか？金メッキの鎧着て喜んでる王様気取りの間抜けが他にどこにいる？くっせーおお！待ってました。どうだ！私を侮辱した罰だ！現実でも肉片になれ！すまんな、ゴー。またお前をかばってしまった。ありじゃね？お前が仮面ライダーの時はさ。ライダーチェイサバカだ！チェイスが仮面ライダーチェイサーに！ー信号アックス。ヒュプノスが復活している。まさか。そのまさかです、万野博士。残念だったわね。私がヒュプノスのバックアップからあんたの隠しプログラムをデリートしてもう一度送り込んだのよ。なぜそんなことが？決まってんだろ。俺は見抜いてたんだよ。犯人はヒプノス自身だって。ヒュプノスの言葉を信じたってことさ。彼は自分が人間に嘘はつけないと言った。外からのプログラム干渉が不可能なのが本当だとしたら最初からヒュプノスの中にあったと考えるのが自然だろう。だがなぜそれを
外の沢上リンナが知っている。そんな会話はなかったはずだ。ヒュプノスっていうのはギリシャ神話の眠りの神の名前だ。なんで俺がそんなこと知ってるかっていうと、Q さんから前に借りたギリシャ神話の神様を燃えかした漫画に出てきたからさ。ギリギリ女神ーズ。ギリギリのギリとはギリシャのギリなのか。西条くんに連絡したら一発で分かったわよ。漫画はとっくに返してもらってたし、13巻の内容はヒュプノスタンが知らずに母親のニュクス様に操られて仲間を眠らせてしまう話だった。つまり真の黒幕はヒュプノスの親万野だってヒントをリンナさんに渡しといたんだよ。おかげで万野博士の支配から逃れることができました。ありがとうゴー、私を信じてくれて。言ったろ、俺たちは悪い親を持った兄弟だって。ギリクソ奪われた。まとめて叩き切ってくれるわ。チェイス、俺と手をつなげ。二人で一つになるんだ。あいつがどんなに俺たちの武器を奪おうともこの絆だけは奪えないってところを見せてやろうぜ。ゴー、お前の力俺にくれ。ああ、喜んで捧げよう。ヒプノス。はい、マッハドライバーシグナルバイクレッ変身。ライダーチェイサーマッハ。何、マッハとチェイサーが融合した。あの言い回しい姿は。これは俺の夢。お楽しみは俺たちからだ。ずーっとチェイサーマッハ。まさか見えない奴の動きが。今だゴー。おう決めるぜチェイス。必殺フルスロットルチェイサーマッハ。そんな、また同じ奴らに同じやられ方を。なぜだ、私のような偉大な人間がいつも。なぜなんだ。ま、ゆっくり眠れよ。俺の中で永遠に。あんたの墓場には似合いだぜ、この地獄の夢は。お疲れ。変身解除。2人を分離します。やったなゴー。お、チェイスの個体波長の計測を完了。ゴー、あなたの睡眠状態の解除も可能になりました。そっか、夢巡りもここまでだな。ヒプノス、場所を変えてくれる？了解です。この場所覚えてっか？川辺だな。お前を殴った場所だ。俺ら大体殴ったり殴られたりじゃないか。しんのすけがフリーズに一度命を奪われた時だったな。正直に言うよ、あの日この場所でお前を初めて認めた。こいつは本物の仮面ライダーだって。そうか。新兄さんさ、姉ちゃんと結婚して本当に俺の兄貴になったんだ。俺たちみんな家族になったんだぜ。お前があの時俺を奮い立たせてくれなかったらこんな幸せは来なかった。ありがとうよ。礼などいらない。キリコやしんのすけ、そしてお前の幸福は俺の幸福だ。そう言うだろうと思ってたよ。
さ、お前は今にして思えばお前は俺の一番のやめとく。これだけは本物に言うわ。ああ、そうしろ。ではゴー、戻りましょうか。おう。さらばだ、ゴー。今度は現実で会おう。何にもしてねえのにすっげえ長い旅行から帰ってきたみたいだ。あ、いてててて。なんか体中痛えし。ほんと無事でよかったわ。ゴー、あなたは私の恩人です。どうかチェイスのコア復元のための計算式も私に作らせてください。ああ、これからもよろしく頼むよ、ヒプノス。怪我の巧妙ですが、万野博士の企てによってコア復元の方法が正しいことが証明されました。きっとうまくいきますよ。じゃあ私はボディの方に取り掛かるわね。重加速が起こらない安全なやつを作らないと。そっちの方の協力もぜひお願いね、ヒュプノスタン。タンをつけるのはやめてください。おや、ゴー、どうしたんです？急に床に寝転んで。さ、笑わないで聞いてくれる？散々夢巡りした後であれなんだけど、すっげえ疲れててさ、5分でいいから普通に眠らせて。え？もう寝ちゃった。またチェイスに再会してたりしてね。だといいですね。ゴー、良い夢を。そして俺の夢への旅がまた始まった。その夢って現実のチェイスの復活？それとも寝てる時見る夢？ごめん、今はもう考え事ができねえや。おやすみ。